どうも、男中村です。京都には一銭洋食というお店がありまして、そこは一説にはお好み焼きのルーツって言われてるんですよ。お好み焼きのルーツは諸説ありまして、本当のところはよくわからないんですけど、その中の一説として一銭洋食がお好み焼きのルーツと言われております。創業がいつなのかちょっと調べたんですけどわからなかったんですが、大正から昭和初期のようです。大正だったらおよそ100年前ですね。飲食店で100年の歴史があったら相当古いですよね。でも京都で老舗を名乗ろうと思ったら100年ではまだ新しい方なんですよ。京都では戦前に創業したっていうのは応仁の乱より前のことなんですよ。うっとこは戦前よりやってますとか言ったら、それは応仁の乱より前から創業してるってことですよ。これは半分冗談ですけど半分本当ですよ。そんなわけで今回は一銭洋食を自宅で再現してみようと思います。では早速作っていきましょう。一銭洋食の材料はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますね。焼く前にこれらの材料は仕込みが必要です。まず味付けこんにゃくから仕込んでいきましょう。味付けこんにゃくの材料はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますね。こんにゃくを細かく刻みます。こんにゃくを細かく刻むのって結構めんどくさいです。さすがに細かく刻んで味付けしたこんにゃくなんて売ってませんから、こればっかりは面倒でも作らなければいけません。刻みました。こんにゃくをお鍋に入れます。水をたっぷり入れて火をつけてちょっと沸騰させて茹でこぼします。またお鍋にこんにゃくを入れて砂糖、醤油、火にかけて混ぜながら煮汁がほとんどなくなるまで煮込みます。こんなぐらいでいいですよ。ネギは適当に刻んでおきます。これは京野菜の九条ネギです。ちくわは薄くスライスしておきます。生地を仕込みます。薄力粉がなかったんで米粉を使いました。米粉で作ったら仕上がりが全く違いますからいけませんよ。けどこの時は米粉でも大丈夫だろうって思ってました。混ぜます。これで生地ができました。あとソースなんですけど、お好み焼きソースがいいですよ。おすすめはこれです。三つ葉のお好み焼きソース。別に三つ葉さんからお金もらってこれを勧めてるわけじゃないです。お好み焼きソースって言ったらおたふくも有名で美味しいですけど、一銭洋食を再現するにはこれが向いてます。一銭洋食には甘口と辛口と激辛のソースがあるんですけど、これは甘口、それでこれが激辛なんですよ。三つ葉には甘口と激辛が売ってまして、真ん中の辛口は甘口と激辛を半分半分に混ぜたらいいですよ。だからこれがおすすめなんですよ。仕込みは完了しました。それでは焼いていきましょう。フライパンを温めて油を広げて生地を薄く広げます。鰹節、刻みネギ、卵を2個。本当は S サイズの卵を使うんですけど、この時はそうとは知らず M サイズの卵を使ったために卵が溢れ出しそうになってます。天かす、紅生姜、干しエビ。生地の形がいびつだったんで修正してます。味付けこんにゃく、ちくわスライス。生地を少し上から垂らします。牛肉、
裏返します。卵がはみ出てますね。これは卵がでかいからですよ。1分ぐらい焼いたらもう一度裏返しますけど、はみ出た卵が生なんで、卵の部分だけもう少し焼きます。これを裏返すのは結構難易度高いですよ。卵がフライパンから剥がれたんで、多分もういけるでしょう。裏返しました。やった、裏返せた。甘口のソースを中に少し塗ります。これを折りたたんで、卵が壊れた。お皿に移動させます。よっこらセット。中身が多すぎて折りたためてません。このまま辛口のソースを塗って、刻み海苔をのせて、自家製一銭洋食が完成しました。これは味は本物そっくりなんですけど、見た目が悪いんでやり直しです。2回目も同じ要領で焼きます。今度は生地を慎重に円形を目指して広げました。鰹節、刻みネギ、卵2個。だから卵は S サイズにしなければいけないんですけども、この時も気づかずに M サイズを使ってます。だからもう卵が溢れそうになってます。天かす、紅生姜、干しエビ、味付けこんにゃく、ちくわスライス、生地を少し垂らします。牛肉、裏返します。1分ぐらい焼きました。また裏返します。卵を潰した。潰した卵が固まるまで少し待ってから、はい、失敗。ひどいことになってますが、めげずに甘口ソースを塗ります。これを折りたたんで、潰れてるから畳めません。お皿に移動させます。なんやこれ。めげずに辛口ソースを塗ります。刻み海苔、一銭洋食第2弾の完成です。味はまあ本物そっくりでしたけど、これじゃあとても一銭洋食を再現とは言えませんね。まず米粉じゃなくて小麦粉じゃないとダメです。それから卵のサイズが大きいから、卵がはみ出して型崩れの原因になってますから、S サイズの卵を買ってこなければいけません。それでスーパーに卵と小麦粉を買いに行きました。卵は S サイズの卵がなかったから、逆に LL サイズの卵を買ってきました。LL サイズの卵を1個使うことにします。フライパンに小麦粉の生地を広げます。鰹節、刻みネギ、LL 卵1個、天かす、紅生姜、干しエビ、こんにゃく、ちくわ、生地、牛肉、裏返します。もう一度裏返すときに失敗するかもしれないんで、もう1枚のフライパンを重ねてひっくり返します。きれいにひっくり返りました。甘口ソース、折りたたんでお皿に移動させました。辛口ソースを塗ります。刻み海苔、一銭洋食の完成です。味はバッチリです。ほぼ再現できてます。ネギの香りとこんにゃくととろけた卵黄とソースといろいろ混ざり合った味、そして辛口ソースがピリッとアクセントを出してます。まさにこれは一銭洋食の味です。うまくできました。後から気づいたんですけど、
一銭養殖さんのウェブサイトに作り方の手順が書いてあるんですよ。そこに卵は S サイズだって書いてありました。ただそのウェブサイトには分量までは書いてないんで、私のレシピを参考にしてください。京都に来られた際は一銭養殖に一度は行かれるといいですよ。ここでしか味わえない味ですからね。店内は昭和初期のレトロな感じで、随所に下ネタとかギャグが散りばめられてますから、いろんな意味で楽しめますよ。今回の動画が面白いとかためになったって思ってくださった方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。このチャンネルではこんな感じでちょっと変わった料理の方法とかを週1回くらいのペースでアップしてます。他にもブログ、Twitter、Instagram もやってますんで、そちらもよろしくお願いします。Twitter では更新情報とか、たまにレシピとかもつぶやいてますんで、またブログはもう10年以上やってまして、今までの全ての情報がブログで見れますんで、興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。